今日は餃子が食いたい。関係ない話やめてください。餃子いいねー。水を飲みなさい水を。海行くどー。頑張ってー。それじゃあ、残っていたタイヤを回収していこう。ヘビ毒のお詫びってわけじゃないけど、お任せください。3往復頑張ってー。あいよー。ねえねえ、鶴丸島に戻ったら、解毒剤のストックを作ろうか。ああ、その方がいいな。どうせあのヘビ、リスポーンするんだろ。さすが鋭いですね。陸上の脅威であるヘビブタカミは、7日後に再び現れます。平和は1週間しか続かないのか。やっぱ早々に解毒剤の自作ができるように準備しよう。安心して色々作りたいもんね。よしこれで最後だな。このタイヤでイカダを拡張して帰れるかも。お、ぜひそうしよう。ついさっきまで毒に苦しんでいた一行は、今後の毒対策について、結構マジで議論していた。その時。誰？何これ？怖っ。やめてよ。どうやって外れた？皆様にお知らせです。血出てる血出てるえ進んで。もしかしてあのサメ、溺れさせようとしてたの？そんな感じに見えた。頭良すぎん。それより、血出てるって言ってたな。それがどういうことなのかよくわかんなくて。死んじゃう。みんなも聞くえ。元に持ちつけ。どういうことこれどういうこと？急いで止血をしないと命に関わる状態です。包帯を使うと止血ができるんですよ。何？包帯って。引っ越し第一便で、鶴丸島に持って行っちゃったよ。なんだとここでクラフトできる？ちょっと材料が足りなくて無理だと思う。戻ろう。雲行きが怪しいし、嵐が来たらイカダを出せなくなる。死んじゃったらこのツアーってどうなるの？現実に強制送還だと思われ。戻るしかなーい。見て、ライフがさっきより減ってる。急ごう。ヘビ毒から出したと思ったら、今度はサメにやられた。しかも今までになく瀕死の状態。着いたー。急げー。包帯はガーデニングの箱の中だよ。今度絶対救急箱作ろう。だね。よし、止血だ。これでどうだろう。おっしゃー。危なかったー。あっちでもたもたしてたら今頃ゲームオーバーだったな。解毒剤と包帯は常備してないとやばいということが分かりましたね。痛感した。包帯のためにも、まずは食器をクラフトしておこう。ルーム、食器。ヤシのワカメから取った1000以上の葉を折って布をクラフトする道具。布はそうそう落ちているものではないので、自分で作るのが無人島スタンダードなのです。同じくヤシのワカメから紐を作って、布と紐を合わせて包帯を作るから、布を折れる環境を整えて、真面目に採取をしていれば大丈夫。今包帯は在庫が一つあるし、とりあえず心配はなくなったね。問題は毒消しで、自生しているキピを探すより、自分で育てた方がいいんだけど、そのためにはたくさんのお水が必要になるんだ。枯れちゃうもんな。そう。解毒剤を自作するには、ピピとココナッツ水筒が必要で、植物を栽培するには、プランターと水やりと種になる植物が必要。プランターを作るためには、クワと波板などの素材が必要で、水やりをするには、十分な水と、水やりの道具として水筒が必要。そんなわけで様々な道具や素材が必要なのです。明日からガーデニングの準備をしよう。了解した。こうして14日目の夜は更けていった。遭難から15日目。まずは蒸留機増設だね。とりあえず今1台完成したよ。ヤシのワカメがたくさん必要になるから、リスポーンしてる分は取っちゃおう。ココナッツの水筒も必要だから、身も取っておいて。了解。実は必要なものすっごく多いんじゃない？多いかも。クワとプランターはマストで、川か陶器の水筒も欲しいし。あら木登りできたのねー。ヘビ毒、瀕死からの、落下して骨折とか？やめて笑えない。てか仕事中に豚とかヘビがリスポーンしたら襲われるんだよね。それ怖。避難小屋みたいなのを作ってみますか？逃げ込んでドア閉めて、窓から槍投げるとか。おお、なんかそれ画期的。よし、材料揃えて順番に作っていこうぜ。採取活動が終了しました。まずはクワをクラフトします。クルード砲、クワ。プランターを作るときに必要不可欠なお道具。土や砂をホリホリして集めるのに使うのだ。材料はシンプルだな。まずは枝が1本、尖らせた石が1個、そして紐が1本。これでクラフトすれば、クワの完成。蒸留機もう1台作る？作っちゃおう。今日は資材集め、蒸留機2台増設などのクラフト。慌ただしく過ぎていった。遭難から16日目。一昨日の騒ぎで延期していた引っ越しの続きに向かう。着いたらサメステーキ焼こうっと、サメに追跡されてる時によくそんなこと思いつきますね。
食欲が恐怖を上回った。本当に焼くんかい。だってこんな大きなのイカダに乗せて持っていけないでしょ。切り身にして運べばよいのでは？は、今気づいたのか。てか何この癒し動画。1時間耐久肉焼き動画したい。誰が見るんだよ。じゃあこの島の葉っぱをいただいていこうか。ユッカが一番手っ取り早くたくさん葉っぱが手に入るし、一度に持ち運べる量も多くて助かる。ガーデニングのために水は養蚕し続けなきゃだから、今後もユッカには相当お世話になるだろうね。じゃあ命がけで取ってきたタイヤでイカダをひとマス拡張しようか。道具箱からハンマーを出して、紐を作って、イカダのベースをクラフトする。タイヤ1個余るわね。もう少しイカダが大きくならないと運べないから、メモしておこう。あ、しまった。枝が足りないぞ。4本必要なんだけど、運び出しちゃったもんな。川な飯を分解しちゃおう。なるほど、その手があったか。おや。足りそう？うん、足りる。床は後日綺麗な板に張り替えることにしよう。今はこれで十分だね。今日はクワク島へ来たのにはもう一つ理由があって、住まいの鶴丸島と、前に資源を整理しに行ったブラックペッパー島、この位置関係を確認する目的があったんです。見た感じ、間に他の島がないので、住まいから直接向かって引っ越しができそうです。ブラックペッパー島には粘土が取ってあるから、あれを回収してくれば、陶器の水筒がクラフトできるかも。その前にまずは革製の水袋を作って、水筒として使っていこう。ではいただきます。召し上がれ。ごちそうさまでした。ファイヤーピットの石がもったいないので壊して持っていこうか。そのうち家で燻製機を作るつもりだし、保存食を持ち歩けるようになったら、ここまでの道具はいらないもんね。そうだよな。遭難から17日目。美しい朝焼けで、汚れた心の選択。汚れてねえわー。朝日を浴びながら、鶴丸島へ戻った。繊維系の植物がリスポーンしていたので、採取する。暑くて海に入ったら、ハンマーヘッドにボコられた。先日噛んできた蛇をさばいて夕食。苦労させられた割に、食べるところがちょっとしかなかった。川なめしを設置し、水袋のクラフトに取り掛かる。材料は何？ウォータースキン、革の水袋。革で作った袋に、木の線を取り付けた簡易的な水筒。ココナッツ水筒の3倍の容量なんだぜ。枝が1本と、革が2つ。で、水袋をクラフト。完成。おっしゃー、次はプランター作るぞー。次から次へとやることがある。こうして朝まで植木いじりが続いた。遭難から18日目。今日は豚とカニがリスポーンする日だ。朝から警戒態勢を敷く。気をつけろよ。一体どこから湧くんだろう。場所が分かってると楽なんだけど。いないな。いた。正面だ。行く？では予定通り。奴の射程範囲に入らない場所から狙って駆除しよう。後ろに回るんだ。近づかずにより遠くまで槍を飛ばすために、角度をつけて投げてみて。射砲投射は45度が最も飛距離が出るんだぜ。当たったー。この距離で当たるなら無傷で倒せるんじゃない？ガチンコ対決さえ避ければ、うまく駆除できると思うんだよ。当たってる。慎重に行くよ。ここからなら、かなり高めでいいな。うまい。嵐が来ちゃったな。紫外線がきつかったからむしろ冷たくてちょうどいいわ。正面の木に突っかえてる。チャンスだいけー。うや。当たった。もう一丁。よっしゃー。倒した。完璧。ハンティングスキルが上がったな。随分上達したよな。いやー、それほどで。生き返ったのかと思ったー。伏せしてもらいました。しかしこの嵐。昨日プランターに水あげたのが無駄になったな。ほんと。お次は神だ。神氏はまだこちらに敵意がないみたいですよ。こいつまで攻撃してきたら本当に大変になるよな。そういえば、スタート時の画面を再確認してもらうように頼んでたんだった。今回の旅のお申し込み内容はこちらでございます。難易度ノーマル、野生味は控えめ、というご要望通り手配をさせていただいております。ワイルドライフパッシブについての説明は、こう書いてあります。Wildlife will not attack or defend themselves. 野生動物は攻撃も防御もしないって。大嘘ですけどー。仕方ない、避難小屋でも建てよう。やりますか？やられますか？避難する場所なので、広さはそれほど必要なくて、代わりに逃げ込みやすいことが大事だね。場所はライフラインの近くがいいと思う。この近くに作ろうよ。
ベースに高さがあると、下に生き物が入り込むから、低くしてみよう。高床式住居作った時、豚に何度もボコられたな。あの時代に突如生き物が敵になったんだもん。バグの情報収集をしようと海外のサイトを見てたら、クリエイティブモードで建築だけを楽しんでた人が同じ状態になってて、建築どころじゃなくなってしかも治らないって。気の毒すぎますうちらまだマシな方よ。スイッチ版もヤバそうだよね。身体スキルが上がったな。肉体労働を打つ。4マスでいいと思う？テレビと電子レンジがあれば OK。ありません。まああくまでも避難所だし、4マスで十分だよ。豚が無駄に足早いから、追われたらやばいんだよな。島が広い分、建物はいくつか必要だと思うんだよね。普通に豪邸も欲しいんですけど、一日中働いてるのに、優雅にお茶、もといお水を楽しむ生活を手に入れるのよ。お茶飲みたーい。ダメです。このゲームをやってる時口にしていいのはお水のみです。厳しい。今更だけど、ちょっとベースが低すぎたよ。そうか？床の一部が、草むき出しっぽいわ。野生味が強いね。ワイルドだろう。部屋の中でヘビがリスポーンしたら地獄なんだぜそれ避難所じゃなくてお仕置き部屋だろ。そうとも言う。じゃトントンしていく。よろしくー。どうですかね。恐ろしくシンプルだけど、スムーズに入れるようにしてみたよ。外で作業してるときは、ドアを開けっぱなしにしておいて、すぐに避難できるようにしよう。紫外線よけにもなるし、日中の荷物整理でも活躍してくれそうだね。丸太をがっつり集めて、いろいろ立てていこう。よし、今日もやるぞー。容赦なく襲ってくる生き物から身を守るため、包帯や毒消しの自作に加え、小さな避難小屋を建てた。豚がリスポーンするのは1週間後。自然との勝負はまだ始まったばかりだ。また新しい一日が始まる。